はい、セリカさんです。動画のご視聴、コメントいつもありがとうございます。今回は水性塗料を落とすことができるマジックリンの実験をやっていきます。ネットなどで調べたら水性塗料をマジックリンで落とすことができると出てきますが、いろいろな種類があるマジックリンのどれを使えばいいのかって疑問が出てくると思います。今回はそんな方向けにホームセンターで販売されていて日常的に使えそうなマジックリンを用意して動画を制作しました。今回はキッチン、お風呂、トイレ、ガラス掃除用のマジックリンを用意して実験します。なぜ水性塗料が落ちるのかですが、成分の界面活性剤が影響しているとか聞いたことがありますが、自分はよく分かってないので解説できません。詳しい方はコメント欄に書いてもらってみんなで情報を共有しましょう。使用する塗料は水性ホビーカラーのブラックとアクリジョンのメタルブラックです。選んだ理由は黒の方が分かりやすそうだからっていう単純な理由です。塗料は100均で買ったプラ板に塗装しますが、これだと大きいのでハサミで必要な大きさにカットします。今回の実験は墨入れを想定していたので、タミヤの道具で直線の筋彫りをします。マジックリンが4種類あるのでその分だけ線を引いていきます。最後に分かりやすいようにマスキングテープで名札をつけてテスト用のプラ板は完成です。映像のように水性ホビーカラー用とアクリジョン用を用意してから塗料を塗っていきます。塗料はそれぞれ専用の薄め液を使って希釈します。希釈は水性ホビーカラーとアクリジョンともに塗料と薄め液が1対1くらいになるようにしていますが、今回は実験なのでやらなくてもよかったかもしれませんね。塗料ができたらプラ板に塗っていきます。墨入れを想定していたので最初はそれっぽくやりましたが、伸びが悪く面倒になったので結局がっつり塗っていきました。同じ作業なので動画は撮っていませんが、アクリジョンも同じように塗っています。塗装が終わったら2日ほど乾燥させてからマジックリンで拭き取っていきます。2日乾燥させた理由は単純にサボってて動画撮影しなかっただけです。マジックリンは紙コップに中身を取り出してから綿棒に含ませて拭き取っていきます。先に結果を言いますが、キッチン用マジックリンが一番よく落ちました。一例としてガラス用とキッチン用の映像を並べて比較してみますが、明らかにキッチン用の方が早く落ちています。ガラス用とトイレ用は5分ぐらい作業してやっと綺麗になったのですが、キッチン用は作業した瞬間から塗料が落ちて驚きました。お風呂用もキッチン用ほどではないですが、そこそこ塗料がすぐに落ちてくれました。キッチン用マジックリンがない時にはお風呂用マジックリンでもいいかなと思えるぐらいには使えます。少なくともガラス用とトイレ用に比べたらかなりマシな選択肢です。次にアクリジョンの結果ですが、アクリジョンでもキッチン用が一番落ちました。どのマジックリンを使っても落ち具合の傾向は水性ホビーカラーと一緒でした。なのでアクリジョンでもキッチン用を使うのが一番いいですね。ただお風呂用は水性ホビーカラーの時と比べると落ちにくい印象はありました。これらの結果をまとめると、キッチン用マジックリンを使うのが一番塗料を落とすことができました。お風呂用マジックリンもそこそこ落とせるので選択肢としてはありだと思います。ガラス用、トイレ用は塗料を落とせなくはないですが、時間がかかるのであまりおすすめはしません。マジックリンは掃除する目的のものなので、それぞれ生活に合ったものを買うついでに塗料落としにも使ってみてください。まだ俺のバトルフェイスは終了してないぜ。この動画の趣旨は先ほど終わったのですが、100均の商品でマジックリンと似たようなものを使った場合はどうなるのかっていう実験もしてみました。先ほどの実験で塗料が落ちる傾向にあったキッチン用とお風呂用だけ試してみます。ただキッチン用マジックリンと同じような商品がなかったため、代用として台所用洗剤を使っています。ちなみに商品は全てダイソーで買いました。結果ですが、まず台所用洗剤は水性ホビーカラー、アクリジョンともに一切塗料が落ちませんでした。少しも塗料が落ちなかったので、これは選択肢に入らないですね。お風呂用は水性ホビーカラーの場合は一応落とすことができますが、マジックリンと比較するとそこまで良くはありません。今回使ったマジックリンが近所のホームセンターで250円くらいで売っていたので、100均のものよりマジックリンを買った方がストレスなく作業できると思いました。それでは簡単ですが動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。